どうも、ベトナム在住のうつです。今回ね、このスーパーカブのクランクケースカバー、剥離してね、磨いていきたいと思います。これ、剥離の方はね、今回ちょっとこのスプレー式の、なんだっけ、剥離剤使ってね、剥がしていきたいと思います。まずはね、余計なものを外していきましょう。この状態で取るのは難しいかい。取れない。どうするよ。ちょっと後で考えよう。まずこいつを取ってオイルシールはよし。さあなんで取ろうかな。ハンマー使えばねいけるでしょうね。あったね。OK。こういうのはね最初に緩めておくべきでしたね。さあこれで剥離剤使えるよね。これ剥離剤使ってねやってくけど、ちょっとグリースとかは拭いといた方がいいんじゃないかな。こんなもんでいいでしょう。それじゃあね、これ拭いていきます。こいつも痛いかい。まだ2分ほどしか経ってなくってね、でも浮いてきたんじゃない？そうだよね。浮いてるけどちょっと足りない感じなんで、もう少しね拭いておきます。2回目のスプレーしてね 7,8 分置いてました。これも痛いよね。しかし缶スプレーの方が痛くなくっていいですよね。割高にはなるんだけども、でもカブに使うなら何年も使えるのかな。よし、これでスクレーパー取れますね。取れるな。おいおい、いいんじゃない？ここがちょっとまだな感じ。もうちょい塗るべきだったかな。あとはあれだな、こすっちゃうか。いけるやろ。ダメになった真鍮ブラシあるんでね、これでいけるいける、垂れる垂れる。いいんじゃない？
やっぱ痛いな。長袖着るべきだった。あとはちょっとね、水洗いしながら洗い流します。動画にはしないですけどね。この真鍮たわしブラシとこのスコッチブライト、こいつ使ってねそこそこ取れたんだけども、やっぱり細かいところ残ってるんですよ。こういううまく塗れなかったつかなかった7スプレーが。それとこれよく見るとね3回塗りされてるんですよ。シルバーで塗ってサフェーサ塗ってもう一回シルバー塗ってその上黒なんでね、やっぱり頑固なところとか元の純正のところがねかなり残ってる感じなんで、もう一回スプレーしちゃいます。5分ほどね経過したんで、こいつで見るか。一応浮いてきましたね。この側面がここも大丈夫か。一応いけるでしょう。じゃあもう一回ね水洗いしてきます。これねブラシでこすってこんな感じでなかなかね取れました。取れたけどね疲れました。なかなか大変だったんですよ。細かいところ残ってるんですけどね。でね、今日これをね機械磨きしようと思ったんですけども、一つはね今旧正月なんですよ。旧正月目前大掃除の時期でね、ちょっと大掃除の方もやらなきゃいけないんで中途半端なんだけどね、今日はこれで終わりにしようと思います。旧正月の間にねちょっと案外頑張って磨こうかな。まあそうは言ってもちょっともう一回ね機械磨きは旧正月前にしなきゃいけないんだけども、まあまあいいでしょう。今回ねこのスプレー式使ってみたんですけど、なかなか使い勝手がいい感じですね。前はハケ塗りのやつ使っててね、あれもあれでいいというか、まあ安上がりで済むんですけども、やっぱりねあっちの方が痛いんですよ。これもね少しは痛かったんですけど楽でしたね。前の液体のハケで塗るやつがずいぶん前、あれ10年以上前に買ったのかな。あれとこれって同じぐらいの金額だった気がするんですけど、まあこれでもねまだ3分の1も使ってないんじゃないのかな。私はねスーパーカブメインでやってるんでね、これでもまだ何回も使えそうです。まあまあとりあえずね今日はこんなところで終わりにします。それではまた。